鬼はもともと人間だった。だから、祈った。皆さん、こんにちは。アニメ、鬼滅の刃の物語を通して、生きた日本語を楽しく学ぶチャンネルへようこそ。今回お届けするものは、立志編第5話、己の鋼を振り返りながら、日常生活や試験でも役立つキーワードを詳しく解説していきます。まずはあらすじからご紹介します。時は大正時代の日本。心優しき少年、竈門炭治郎は、鬼に家族を襲われ、妹の禰豆子が鬼になってしまいました。家族の仇を取り、禰豆子を人間に戻すために、炭治郎は鱗滝左近寺の弟子として修行を積み、最終選別の会場である富士の山へ向かいます。山の中で、炭治郎はある鬼と出会います。その鬼は、鱗滝の弟子たちを殺しながら力をつけていました。その中には、サビトとマコモも含まれていました。最初、炭治郎は鬼に強く叩きつけられてしまいます。しかし、立ち上がり、鬼の首を切ろうとしたその時、隙間から糸のようなものが見えました。炭治郎はその流れに導かれ、水の呼吸、一の型、水面切りで鬼の首を切ることに成功します。塵になっていく鬼を前に、炭治郎は悲しい匂いを感じ取ります。そして、その大きな手を握りながら、神様、どうか、この人が今度生まれてくるときは、鬼になんてなりませんようにと祈りました。その後、炭治郎は富士の山で7日間生き延びることに成功します。さぎり山へ戻ると、長い眠りから目覚めた禰豆子が炭治郎を抱きしめました。その様子を見た鱗滝も炭治郎を抱きしめ、よく生きて戻ったと涙を流します。15日後、炭治郎のために日輪刀を打った刀鍛冶、鋼塚がさぎり山を訪ねてきました。炭治郎が刀を抜くと、刀の色が黒く変わっていることに、鱗滝と鋼塚は驚きます。そこへ連絡係の春日井ガラスが舞い降り、炭治郎に北西の町へ向かうよう命じました。そこでは、毎夜毎夜に少女たちが消える事件が発生していました。ここまでで物語は一つの区切りになります。実際に第5話までをまとめた特別な放送もありました。なので今回は、ここまでを振り返って考えてみましょう。まずは鬼は倒すべき敵なのかです。鬼は人を食べるから怖い存在なのだ。だから倒さないといけない相手とも言えるわね。一方で、鬼はもともと人間だったとも言われています。じゃあ元は同じ人間なのだ。そう考えると少し見方が変わるわね。実際に炭治郎は鬼に対してただの敵とは違う気持ちを持っているように見えます。怒っているだけじゃないのだ。悲しんでいるようにも見えたわね。鬼は倒すべき存在なのか、それとも別の見方もできるのか。難しいのだ。一つでは決められない問題ね。それは敵という言葉だけでは足りないのかもしれません。やっと炭治郎が鬼殺隊の剣士になることができ、禰豆子が眠りから覚めて本当に良かったです。この話の時点で2つの謎が浮かび上がりました。一つは富士の山で生き延びた剣士が4人なのに、春日井ガラスがある人に報告したのは5人。もう一つは炭治郎が手に取った日輪刀が黒いことに、鱗滝さんと鋼塚さんが驚いたことです。この2つの謎は、後の物語に大きな影響を与えます。皆さんはこの謎をどう思いますか？ぜひ、この話のご感想やご意見などをコメント欄にて書き込んでください。未成年の方がコメントを書き込む際は、保護者の許可をもらってください。日本語学習者からのコメントも大歓迎です。事前にコメントをチェックしますのでご了承ください。テレビアニメ、鬼滅の刃は、テレビの他に、Netflix、Amazon プライムビデオ、アメーバ TV などといった各種配信プラットフォームでも配信しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは、
毎週日曜日正午に動画を更新しています。鬼滅の刃のテレビ、アニメを通して物語と日本語を深掘りしていきます。復習や学習の習慣として、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。本編終了後のこそこそ話始まるのだ。振り返り解説動画の最後はテレビなどでは教えられない鬼滅の刃の世界をご紹介します。今回のテーマはこちら。大正通達史上炭治郎に命令を伝えてたカラスって本当にいたの？あれは物語での表現だけど、昔の日本では鳩が手紙を運んで連絡していたのよ。今みたいにスマホはないもんね。そうね。明治時代になってから郵便を使って手紙を遠くまで届けることができたの。でも急ぎの時は鳩が直接走って伝えたり、電報という方法が使われていたの。電報って何なのだ？短い言葉で大事な内容を素早く送る方法で、今では結婚式やお葬式、入学祝いといったイベント時やぬいぐるみと一緒にメッセージが送ることになっているの。じゃあ春日井ガラスはとても早い連絡係みたいなものなのだ。そう考えると分かりやすいわね。春日井ガラスだ。春日井ガラスさん、みんなにご挨拶なのだ。お前らにさせる筋合いはない。これでまた一つ鬼滅の刃の世界に詳しくなりましたね。次回のこそこそ話をお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。バイバイなのだ。そこのお前ら、次回も見ないと続きますぞ。